山形正景の最後。どうする家康に学ぶ日本史。馬上で絶命した武田四天王。山形正景は武田四天王に数えられた猛将の一人だが、長篠の合戦で徳川家康の鉄砲隊に銃撃され、馬上で絶命した。山形正景の最後を詳しく見ていこう。山形正景は1524年大永4年、武田氏の譜代家老衆、小武虎政の弟、もしくは甥として生まれている。当初正景は小武源四郎と名乗って武田信玄の近習を務めていた。正景の勇猛さは家中でも抜きん出ていたため、信玄でさえ源四郎の赴くところ敵なしと絶賛したという。正景は川中島の戦いなどで武功を挙げ、信玄に使い番に、さらに300騎を率いる侍大将に抜擢されている。ところで信玄の嫡男武田義信は高宗寸三国同盟によって今川氏真の妹を正室に迎えていた。そのため信玄が徳川家康との密約によって今川攻めを決行しようとすると、義信は猛烈に反対した。信玄は義信を敗着にして今川氏に氏真の妹を送り返している。そして武田義信は信玄の暗殺を画策したと言われている。義信の後見人である小武虎政は暗殺計画に関わったとして切腹。小武家は断絶となり、武田義信も死に追い込まれている。この事件は謎の部分が多いが、信玄暗殺計画を未然に信玄に告発したのが小武虎政の身内の正景だったと伝えられている。正景は身内の暴義を未然に告発した功績によって断絶していた山形氏を継いで、以後山形正景と名乗った。山形氏は美濃国山形郡を名字にした清和源氏の流れを組む名家である。正景の部隊は小武虎政が従えていた赤備えの部隊を引き継いだ。軍装を貴重な顔料新車で紅一色に染めた正景の部隊は精鋭揃いで信玄の信頼も厚かった。そのため山形正景は馬場信春、高坂虎綱、内藤正豊と共に後に武田四天王と称えられている。正景は駿河江尻城代として駿河の国の内政にも関与するとともに、遠江、三河、美濃方面の軍事や外交にも携わっている。1572年元亀3年、武田信玄はついに2万5,000の兵士を引き連れて西条作戦を開始する。翌年の三方ヶ原の戦いで正景は徳川家康の本陣に迫り、家康を敗走させている。そのため家康は、さても恐ろしきは山形正景とこの時の心境を後に語った。しかし病状が悪化した武田信玄は死期を悟り、正景らの側近にわしの死を3年間秘し、勝頼を支えよと遺言して逝去した。ところが勝頼は正景とは馬が合わないために疎んじ、正景をあまり用いなかったという。1575年天正3年、武田勝頼は長篠設楽ヶ原の戦いで織田信長、徳川家康連合軍と相対した。
織田信長は兵数を少なく見せるための戦略を取り、兵士たちに馬防柵の中に身を潜めさせたという。さらに被害をできるだけ少なくするために、信長は大量の鉄砲と弾、そして火薬を用意して武田軍を待ち構えた。では武田勝頼はなぜ長篠の戦いに踏み込んで取り返しのつかない敗戦をしてしまったのだろうか。これについては現在まで様々に論じられてきたが、近年では勝頼が信長の術中にはまり、信長家康連合軍の兵数を読み違えたという説が注目を集めている。それは勝頼が4万もいる敵の兵数を読み違えて過小評価して、たった1万2,000の兵で無謀にも馬防柵に守られた3倍以上の織田徳川軍を取り囲んだというものである。この説によると、武田軍は負けるべくして負けたのである。山形正景は3,500の兵で徳川家康の本隊6,000と対峙している。山形隊は馬防柵のないところから突入しようと旋回するが、大久保忠恵の鉄砲隊の格好の標的となって狙い撃ちされる。馬防柵に据えられた鉄砲は狙いが定めやすく、戦国最強を誇った武田の赤備えを正確に打ち倒していく。部下が次々に倒れ、山形正景も全身に十数発の弾を受け、馬上で絶命した。享年52であった。正景の家臣志村又左衛門は敵に首級を取られないために正景の首を抱えて甲州まで持ち帰ったという。この志村又左衛門の子孫がタレントの志村けんさんだと言われている。それはともかく、名門武田家は山形正景と馬場信春、内藤正豊の武田四天王のうちの3人をはじめ、多数の家臣をこの長篠の合戦で亡くした。以後武田勝頼は失った多くの重臣の穴を埋めることができず、滅亡への道を突き進んでいくのである。